どうもこんにちは。メーカー43チャンネルです。今回は太陽光パネルでモーターを回せる仕組みを作ってみました。当チャンネルは息子が興味を持っているものを作ろうということで始めたチャンネルです。4歳の息子が太陽光パネルを見つけると片っ端から指をさすようになったので、太陽光パネルを使って何か動くものを作ったら面白いかなと思って作り始めたのがきっかけです。意外とやってみると工夫が必要で、ただ繋いだら回るというものではありませんでした。太陽光パネルでモーターを回せるのかといった素朴な疑問からスタートしたわけですが、はじめにミニ四駆のモーターを繋いでみたところ全然回りませんでした。これは太陽光パネルから供給されるパワーがモーターを回すのに足りなかったためです。室内で繋ぐと 1.7V 出ているのでいかにも回りそうですが、おそらく電流が全然出ていません。室内灯ではモーターを回すのに必要な電力は稼げないということでしょう。しかしここでふと考えました。エネルギーを貯める仕組みを作って一気に放出すればモーターが回せるんではないかと。それがこの太陽光パネルでモーターを回すシステムです。大容量のコンデンサーを3つ搭載してスイッチを切り替えることで、コンデンサーにエネルギーを貯める経路とモーターに放出する経路を分けて設計しました。裏面にはこのようにソーラーパネルが取り付いています。回路図としてはこのような形です。スイッチを開けているときはソーラーパネルからコンデンサーだけにエネルギーが供給されて、モーターの方へは行かないようになっています。スイッチを閉めると今度はコンデンサーに溜まったエネルギーがモーターの方に流れるようになっているというわけです。コンデンサーから流れ込むエネルギーがソーラーパネルに逆流しないようにショットキーバリアダイオードも入れてあります。もともとはこのように裸の状態だったのですが、子供たちがいじっても壊れないように堅牢性を持たせるためにボックスに実装しました。では実際に動作確認をしてみましょう。室内の明るさではモーターは回りません。ではさっき作ったコンデンサーへのチャージ機能でチャージしてみるとどうなるでしょうか。いざ回りましたね。しかしすぐ止まってしまいます。これは想定外です。ご覧のように外の太陽光だとブンブン回るので、やはり太陽光は偉大ということです。これはコンデンサーにチャージできるエネルギーの量がまだまだ足りないんですね。2200マイクロファラドというコンデンサーの中ではかなり大きなものを買ってきてつけたんですが、これを3つつけてもモーターを回すのは1秒強が限界ということでした。LED と比べてモーターがどれだけ大きな電力を必要とするか、今回やってみて肌感でわかることができました。長時間回すことはできなかったですが、子供たちはこれでしっかりと興味を持って遊んでいるので、今回のモニター43はよしということにしておきます。当チャンネルでは子供が楽しめるワクワクするものを作っています。今回の動画を見て面白いと思っていただけましたら、コメント、いいね、チャンネル登録など励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。